今回は訳あって久しぶりの徒歩キャンプに向かってます。車を買い替えた直後でタイヤをスタッドレスに変えてないから寒波が怖くて電車でキャンプ場に向かうことに。結論から話すと冬の徒歩キャンプは結構ハードでした。この時はそんなことを知らずに久しぶりの電車旅で景色を楽しんでました。今日はやぶっちゃのキャンプ場に行くんですが、定時バスはね運休してたから今電話してお迎えを待ってます。ありがとうございます。今ねキャンプの受付をしてきたんですが、今いるのがこの辺でサイトがねこの辺なんですよ。でこの入り口の方からぐるーっと回っていかなきゃいけないから結構歩かなあかんな。頑張ろう。やばい、めちゃくちゃ遠いじゃん。駅からはバスで来れて、今回全然歩いてないと思ったけど今からめちゃくちゃ歩かないかん。つら、腰痛い。今日結構荷物持ってきたけど1個ねキャリーバッグにして、道がね舗装されてるからねキャリーにしてよかったかも。ザック1個だったらめちゃくちゃ重くて辛かった。今日のサイトはこの2番を使います。結構広い。そして隣にねなんだか様子がおかしいぞチビーちゃん。今日はねソログルでチビーちゃんとアウトドアライフ23のカズさんがいます。不思議なメンバーでソログルです。早速テント張ろう。お腹減った。今日は久々にネイチャーハイクのハイビーかな、名前がちょっとあんまりよくわかってないけど、ハイビーを張ります。あとはこういうベンチレーターを開けたら完成。前回いつ使ったかわかんないけどね、めちゃくちゃ砂ぼこりにまみれてる。ちゃんと干して片したはずなんだけどな。とりあえず完成しました。疲れた。久々の徒歩キャンプに疲れすぎて、今お昼食べる前にねバッカスをね一気に4粒5粒食べちゃったから、ちょっとなんか軽く酔ってきた。お昼の準備しよう。まずはお水汲んでこようかな。徒歩キャンプってほんと久々やると大変だな。でも運転しなくていいっていうのがめちゃくちゃ楽でね魅力的だけど、ただ車にね逃げ込むとかそういうのができないから、本当高規格とか安心できるキャンプ場を選ばないとね。今日来てるやぶっちゃはかなりね高規格というか綺麗なキャンプ場だし安心できそうなのでいいところです。前からねずっと来ようと思って来れなかったからね嬉しい。本日はねもうお手軽なレトルトカレー作ります。お昼はこれぐらいがちょうどいいよね。今日はライチョウ飯盒です。いた。ここにねいろいろ詰めてきました。砂だらけになっちゃった。このライチョウ飯盒メスティンサイズだからね結構いろんなもんが入って使いやすい。はるみ
丸み。サクサク作ろう。レトルト入れて、卵入れて、お水を入れて、こんなもんかな。で、蓋してご飯を入れて、丸み。なんだかんだ丸みグッズめっちゃ増えたな。で、お水をちょっと多めに。ちょっと多めに入れたから、もう吸水させず、このまま炊きます。もうね、吸水させてるね、暇などない。お腹が減ったから。よし。あ、また削ってないや、後ろ。着火。ちょっと熱かった。これで20分ぐらい置きます。よし、20分経った。できたかな。そもそも20分で足りるんかな、ご飯って。あ、おかゆ。うわ、ちょっと待って、燃料持つかな。ちょっと怖いな。意味あるかわかんないけど、風防つけとこう。ちゃんと沸騰してる音が聞こえる。次は大丈夫そうかな。よし、追加で10分経った。いけるかいけるか。いけ、もうお腹が限界。めっちゃ下に水滴垂れてる。オープン。お、炊けてる炊けてる。オッケー。ここで落としたら笑えないから。よし。やばいな、固形燃料が思ったより減ってるな。オッケーオッケー。明日まで持つか。朝から焚き火はちょっと大変だからやりたくないんだよね。ご飯にしましょう。あ、美味しそう。本当は蒸らした方が美味しいんだろうけど、そんな待ってる時間がないので、まあ美味しさがちょっと変わる程度ならいいかな。十分美味しいだろうし。だって市販品のレトルトだから十分美味しいでしょう。おー、やばい。溝から溢れそう。わかる？ここめちゃくちゃギリギリなの。あとちょっとで溢れちゃう。まあ、いっか。ちょっと卵が取れないんだけど。あ、やばい。どんどんひび入ってくる。卵はね、冷やした方が殻は剥きやすいんだけど、冷やした。卵を割って、冷やしながら。あ、ダメだ。全然冷えてないから、綺麗に剥けない。だいぶボロボロになった。これがね、料理してない人のね、卵ですね。オッケー。あ、切ればよかった。まあ、いっか。いただきまーす。さっき事故で落として砂まみれだから、簡易シンク。お湯だ。あったかい。ここで足湯したい。足入らんけど。オッケー。いただきます。本日のお昼ご飯はキーマカレーの卵のせ。おー、いただきます。あっこあっこ。これは最高に美味しいですね。キャンプのご飯って結局ね、カレーに帰ってくるんだよね。いろいろ作るけど、やっぱりキャンプといえばカレー。固形燃料じゃなくってバーナーだったらもっと早かったんだろうな。でも待った甲斐がある美味しさ。ごちそうさまでした。まあペロッとね、本当に丸飲みみたいにして食べちゃった。めっちゃ美味しかったです。今日炊事場近いからね、洗ってこよう。ただカレーのね、汚れは簡単に落ちないから、ウエッティでまず拭いて、そっから水洗いしてきます。ウエッティでね、拭くだけだいぶね、洗い物がめっちゃ楽になるのよね。やぶっちゃの炊事場、ちゃんと洗剤もスポンジもある。ありがたい。今日は結構サイトが空いてますね。で、あそこにね、橋があるから、
あの下のサイトはね、この橋の上結構車通るからちょっとうるさめかも。天気はね、青空。今ね、サイトから後ろ側に階段があって、この上にトイレがあります。いや、ぶっちゃね、ずっと来てみたかったから楽しみ。あ、ほら、あんな感じで橋の上結構車通りますね。パターゴルフ場もありますね。ここを登ってあっちが受付で、向こう側にテニス場もあるみたいです。後で受付行って巻き替えに行かなきゃ。で、自販機もね、ありますね。お水とかお茶とかコーヒーとか何でも売ってる。トイレはね、この管理棟の中にあります。洋式もあった。よかった。ここ平坦だからすごい寝心地良さそう。これで夜寝る準備は完璧。今日の徒歩キャンプのサイトを紹介します。テントはネイチャーハイクのハイビーです。今日ね、天気は大丈夫だと思うんだけど、もしかしたら雨とか雪が降るかもしれなかったから、前室がでかいのを持ってきました。で、今回はこのモンベルの50リットルのザックにキャリーバッグできました。1個にね、まとめるのちょっときつかったのと、寝袋がね、やっぱ冬用はでかいので、あとはね、1個に重みあるよりも、キャリーと分散した方が持ち運びが楽かなって思って、キャリーにはシュラフとか、あとはダウンパンツとかそういう軽いものを入れてきました。テーブルはワークマンのテーブル。多分1000円ぐらいとか安いやつかな。重さはちょっとあるんだけど、まあコンパクトでね、パッキングの時に幅を取らないので、こいつにしました。調理は基本的にはライチョウ飯盒と、この特大固形燃料です。で、あと風防とお水。これ多分セリアとかのずっと使ってる。で、あとはシェラーカップ。で、これ旅行用にね、良さそうで買ったキャリーで、ああやってね、お茶置いたりできるんだけど、意外とね、中が入んなくって、このサイズ前も持ってたんだけど、前持ってたやつの方がいっぱい入るからね、キャンプには不向きだなって思いました。寝るときは、下のマット、サーマレストのマットで、R 値が 6 点ちょいあるはずだから、底冷えの心配はないです。で、寝るときのシュラフは、イスカのデナリ1100。私が持ってる中では一番最強にあったかいです。このガンダムのポーチにいろいろぶっ込んできました。ゴミ袋とか歯ブラシとかライターとかキャンドルとかカフェラテとか化粧落としとか、まあ結構生活感ダダ漏れな徒歩キャンパーです。よし、おやつタイムに入ろう。明日の朝固形燃料使うけどこれ足りるかな。もうだいぶね、なくなってきちゃった。やばいかも。火を1ミリたりとも無駄にできない。あれ？火消えちゃった。おやつの準備しよう。チョコフォンデュー。板チョコを牛乳で溶かします。分量がよくわかんないからどっちも適当。こういうのやってるとちっちゃい頃バレンタイン手作りしてたのを思い出す。多分高校以来バレンタインチョコ手作りとかやってない気がする。このままあればいいかな。チョコもうこんなもんでいいでしょう。火がね、持つ間に。本日はミルクティー。今コーヒー豆がね、切れちゃってるから、最近インスタントばっかり。徒歩キャンだとこっちのがね、荷物も減るし。あ、ちょっと待って。チョコの方がやばそう。あ、やばいやばいやばい。ミルク多すぎたっぽいな。思ったよりまずそうなもんできちゃったんだけど。もう終わらせよう。火は消えた。本当はここにフルーツをディップして食べる予定だったのに、ホットチョコレート作っちゃった。一応、ダメだこれ。
サラッサラだもん。全然美味しそうじゃない。パイナップルをココアに浸してる感じ。もうこれはこのままいただきます。そのまま食べた方が100倍美味しいし、これはもうただの液体だね。ダブル飲み物にします。いただきます。飲み物なら美味しいけど、チョコフォンデュとしては全然ダメ。美味しいけど喉が焼ける甘さ。ごちそうさまでした。ただフルーツを食べて温かい飲み物2杯飲んだおやつタイムになっちゃった。ちょっとチョコフォンデュリベンジしよう。まあでも美味しかった。オッケー。片付けたら薪買いに行こうかな。薪を買いに受付まで頑張って歩きます。まあ10分なんだけどね。坂道の10分なんだよね。だからやぶっちゃ来た人は B サイトの場合はチェックインした時に薪をそのまま買ってくるのが一番いいと思います。薪買ってきました。あとちょうど良さそうな着火剤もついでに拾った。今日はめっちゃちっちゃいこういうボックスストーブみたいなの持ってきたから、こうやってめちゃくちゃ細かくね割って折って使わないと。ノコギリ持ってきてないから大変だ。今から重労働。結構ね頑張って足で踏みました。それでもうこっちはね太くて無理だから、とりあえずこのまま残して頑張って焚き火します。気づいたら夕方ですね。よいしょ。今日はこのチタンのボックスストーブを使います。今日めちゃくちゃ軽量化したわけじゃないから焚き火台持ってくればよかった。失敗。天然の着火剤を使っていい感じ。かっこいい。お、一気にあったかい。まだ夕飯作るには早すぎるから、ちょっと焚き火を楽しみます。あったかー。幸せ。ちょっと火力がやばいな。様子見しながら薪足そう。この長い薪をこのままね全然入れられるんだけど、徐々に短くなるから折れそうなタイミングで先に折ってあげて刺さないと倒れてきて危ないから、結構ね忙しいですね。このボックスストーブだとのんびり焚き火するっていうよりずっと集中して見てないとっていう感じです。でも楽しい。
試しに太い巻き入れてみたけど、どうなるか楽しみ。徐々にすり減ったらこうやって入れ込んでいけばなんとかなる気もするな。これをベースに火を安定させて料理しようかな。お腹減ってないと思ったけど意外と食べれそうだからもう作っちゃおう。テーブル使っちゃってるから薪をテーブル代わりにします。オッケーオッケー。今日の夕飯はトマトすき焼き。まずは玉ねぎを切ってできるだけ薄く。続いてトマトはね汚れちゃうからもう袋の中で切る。潰れるからトマトは大きめに切ろう。ちょっと落ちないで。あ、よかった。袋の中で切っといてよかった。よし。オリーブオイルたっぷり入れて、ニンニクもたっぷり。あ、待って、今日人とキャンプ来てんのにいいか。マスクして喋ろうかな。ちょっと火力アップ。やばい、絶対これ焦げる。焦げてる焦げてる。トマト。すき焼きのタレ。こんなもんかな。蓋をして、ちょっとだけ煮る。火力アップ。なんかめちゃくちゃ忙しい。でも昔ってガスがなかった時はこうやってみんな料理してたんだもんね。なんか文明の発展に感謝だわ。よし、煮立った音がするから一回下ろして、お、だいぶ柔らかくなってる。よし、ここに牛肉を投入。広げて、オッケー。蓋をして、はい、いってらっしゃい。火が弱い。今日火吹き棒がね、ないから、ちょっと不便というかだいぶ不便。天然の着火剤にまた力を借りて、どうしてまだガスあるの？沈めたい。一回火つくとすぐ火つくんだよな。火力はやっぱすごいな。オッケー。グツグツしてきた。いい感じじゃないかな。さてできたかな。お、すごい、ちゃんとできてる。本当はね、ここにバジルとか入れるといいんだけど、そんな洒落たものはうちの近所のスーパーに売ってなかったので、今日はこれで食べます。いただきます。普通のね、すき焼きも全然美味しくて好きなんだけど、このトマトすき焼きゆるキャンのレシピで一回作ってみたらめちゃくちゃ美味しくて、イタリアン系の味が好きな人にはね、ほんとおすすめ。和とイタリアンの融合体。やばい、混ぜてないからお肉がめちゃくちゃ固まってる。まあいっか。いただきます。おいしい。食感とかは全然違うんだけど、すき家のうまトマハンバーグ好きな人は多分好きな味。これ結構ね、的確だと思う。めっちゃ美味しい。あ、そうだ。これ良いわ。はーい、乾杯。外が寒いからね、冷え冷えでちょうどいい美味しさ。今ね、お肉とか具材をちょっと食べて、あとトマトと残りの玉ねぎだけになったから、締めを作ります。ペンネを入れて、ちょっと多かったかな。食べてる間に放置してたら消えちゃったから、着火剤シュッてやるタイプね。でもこっちしか持ってきてないから、
こっちに火つけて、多分火はすぐつくと思う。よし、これでペンネに火を通します。蓋もしとこう。よし、もう大丈夫かな。お、いい感じいい感じ。チーズをのせて、もう一回蓋。よし、オッケーオッケー。おお、うわ、美味しそう。いただきます。完全にイタリアン。このすき焼きの甘さがね、めっちゃ合う。ごちそうさまでした。もうほんとお腹いっぱい。ちょっと洗いに行くのめんどくさいから、ウェッティでいいや今日は。こんなに汚しちゃって明日の朝ごはん作れるかな。焦げついちゃってどんだけ拭いても無理だわ。明日の朝ごはんどうしようかな。明日考えます。ということで、2次会スタート。あ、ね、乾杯。バッカス、お昼バクバク食べてあと2個しかない。うまっ。せっかくだし、のんびり楽しもうかな。この焚き火が終わったら、もうあとはこれだけで楽しみます。これさ、結露と思ったら凍ってる。めっちゃ寒いじゃん。気温はね、0度切ってるね。マイナス5度。そんな寒いの今日。困ったな。今、テントに入りました。今日はマイナス5度ぐらいですが、寝る時のパジャマの紹介をします。中が今日着てたニットに、上がね、モンベルの薄手のダウンを着ます。下がね、毛糸のパンツの上にネイチャーハイクのダウンパンツ。焚き火でね、穴開いてさっきダウンが大量に溢れて、ちびちゃんが持ってた穴塞ぎのテープをいただいたので、それを応急処置で貼ってます。めっちゃショック。まあでも、キャンプの時しか使わないから、このままきっと使う。で、足元がね、ネイチャーハイクのダウンソックスです。一応シュラフカバーもあるんだけど、まあなんとかなるかなということで、このまま寝ます。この中に貼らないタイプのマグマをぶっ込みます。今日はね、ソログルだったんですけど、まあみんなでね、焚き火囲んでいろんな話ができて楽しかったです。じゃあもう眠いから寝ます。おやすみなさーい。おはようございます。夜中めちゃくちゃ寒くて、多分3時くらいまで寝れなかったと思う。ずっとここでね、凍えてた。あとこれシュラフの結露がやばい。起きよう。本当にまずい。今回徒歩キャンプだったの完全忘れてて、撤収まであと1時間10分ぐらいかな。完全にオートキャンプのノリで起きちゃったから、結構急いで撤収しないと。徒歩キャンだとしっかりパッキングしないとね、荷物入んないから。朝ごはん間に合うかな。でもそんなに時間はかかんないはず。今日はチキンラーメン。でも全部は入らなそうだな。お、いいねいいね。オッケーオッケー。よしと。
火消えた。いただきます。おー、ただ即席麺作っただけなんだけどね。朝チキンラーメンやばいかも。いただきます。何この美味しさ。最高なんだけど朝から。幸せだな。ごちそうさまでした。もうほんと幸せの味。幸せを形にしたらチキンラーメンになる。美味しいよね。余韻に浸る暇もなく急いで撤収します。あと1時間でパッキング終わるかな。やばい。めっちゃハイスピードにやんなきゃ。頑張ろう。撤収完了しました。勢いでリュックがね、パンパンになっちゃった。キャリーとかもあるのでね、なんとか荷物全部詰まりました。よかった。では、今から帰ります。久々に徒歩キャンプしたんですけど、徒歩キャンプってこんなに大変だったっけって思いました。最近ね、オートキャンプばっかだったから、荷物もそんな厳選しなくてもバババって積んでいけばなんとかなったし、徒歩キャンプは持ってくものも限られるし、あとはね、撤収をちゃんとしないと本当に荷物入んなくて、ちょっと時間なくてテントをぐちゃぐちゃに入れて無理やりザックに入れたんですけど、代わりにね、飯盒とかが入んないんで、これは手で持って帰ります。大変だけど、でもね、楽しかった。なんか、オートキャンプとはね、違う魅力がありますね。前もっと軽量化できたし、コンパクトにまとめられたんだけど、徒歩キャンの腕が落ちました。前はね、徒歩キャンプ丸みだったのが、最近はね、オートキャンプ丸みばっかだったんで、でも、オートキャンプってほんと楽だなって思いましたね。夜寝るときに、すっごい寒くて途中、夜中3時ぐらいまで寝れなくて、車だったら、電気毛布でぬくぬくできたのにって思いながら、凍えて縮こまって寝たんで、徒歩キャンやってる人はすごいよ、本当に。またね、あったかくなって、シュラフがコンパクトになって、持ち運びが楽になったら、徒歩キャンをやろうかなって思いました。では楽しかったです。ということで、今からね、帰ります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter と Instagram と TikTok もやってるよ。